後戻りできなさそうですね。ああ、まさに針の穴を通すような作戦だったからな。カレイジャス2は死闘を続け、杭に向かった父上たちも遠い。ええ、地上の父母たち、国内外の頼もしき同志たちも。今この瞬間、この地にいるのは僕たち7組と彼らだけか。地上では大戦が始まり、激戦が繰り広げられているだろう。初日は様子見だが、明日になれば血みどろの総力戦となるはずだ。うん、リベールとレミフェリアでは帝国軍が足止めを食らってるけど、明日以降は父さんの師団や第三師団が戦線に投入されると思う。まさにカシウスさんの見立て通り、64で帝国軍が勝利。そうなったが最後、呪いとともに帝国が大陸全土を飲み込んでいく。その果てにあるのは大いなる一による絶対的な支配。大陸中の人間が知性と同じように黒に魂まで隷属させられる末路か。かといって千のかげろうがなれば数百万に及ぶ犠牲者が生じる。そしてその激闘の炎によっても大いなる一は完成するでしょう。そうなった場合、新たな最終戦争となるかもしれぬ。絶対存在と化した機械の神と人類全ての存亡をかけた戦いに。進むも地獄、引くも地獄ってか。いずれにせよ私たちは今その最後の瀬戸際に立っている。でもだからどうしたって感じだね。私たちは今全員でここに立っている。はい、誰一人欠けることなく7組の全員でこの場に。お姉ちゃんにアッシュさんもこの通りちゃんと揃ってますし。ラッキーだったよね。蒸し返すんじゃねえよ、チビウサども。でも考えてみれば全員揃うのは初めてかもしれません。暗黒竜の神女ではクロウさんはいませんでしたし。ああ、言われてみればそうだな。最後にそれっぽく立ちふさがったが、ありゃ脳幹だ脳幹。たくとんだ黒歴史っつうか。自業自得でしょ。 C の剣だってあるんだし。ああ、あれは痛かったな。なんだかんだ言って君、ああいうのが好きなんだろ。様式美って言え、様式美って。まったくもう最後にこんな和んでいいのかしら。むしろ最後だからですよ。思いは受け取りました。あとは前に進んでぶつけるだけです。ああ、7組という一振りの剣として刃こぼれなく彼らに届かせるのみ。ええ、きっと届かせてみせます。バンダールの剣士としても、当たり前で単純な理由のためにも。気候兵の状態も万全。クロウさんのオルディーネ同様、どうか総国にも役立ててください。ああ、よろしく頼む。それじゃあ。おっと待った、リン。今回ばかりはその役目をお前にさせるわけにはいかねえな。毎回リーンにばっかり押し付けちゃってたからね。みんなで相談して決めたんだ。最後は全員で肩代わりしようって。ですから最後の号令は私たち全員にさせてください。たまには肩の力を抜いて乗っかってもいいんじゃないの。わかりました。みんなよろしく頼む。景気づけにかっこいいのを頼むぞ。ハードル上げるわね。トールズ新旧7組、
これより最終ミッションを開始する。待ち受けるは総国、赤に金、元凶たる黒。そしてその機動者たちですね。赤を狩るはエレボニアの皇太子セドリック・ライゼ・アルノール。金を狩るはクロスベル総督、鉄血の筆頭ルーファス・アルバレア、またの名をルーク・オブ・ジェイドだな。鉄道憲兵隊のアイスメイデン、クレア・リーベルト憲兵少佐。鬼神には載っていませんが、あの人も待ち受けていると思います。スケアクローもそうだろうな。レクター・アランドール特務少佐、リベルで生徒会長もやってたっつう。加えて結社の面々もいるだろう。謎多き執行者ナンバー0、名手の代理人たる道化師カンパネルラ、ブラッディ・シャーリー改めオーガルージュもいそうだね。なんか皇太子と一緒っぽいけど。元クロスベル大統領を令嬢にして使徒第三中根源のマリアベル。天才的な錬金術師みたいだけど、才能以上にヤバい性格みたいね。そして未だそこが見えない執行者ナンバー1、火炎魔人マクバーン。あの時に揺らめいていた影、あれが真の姿なのかもしれません。そして知性の長にして黒の工房長フランツ・ラインフォルト改め黒のアルベリヒもいるはずよ。それらを束ねるは黒の機動者、鉄血宰相ギリア・ソーズボーン。同時に生まれ変わった獅子神皇帝ドライケルス・ライゼ・アルノールですか。どう考えても彼らの方が格上、万全の体制で待ち構えていると思う。でもそれはこっちだって同じだよ。始まりから2年半、新たな力も加えて練り上げられた7組というクラス、さらに250年のトールズの積み重ねと光りまとう翼の意志も受け取っている。だったらおじさんや工房長たちにはちょっと負けられないよね。総国でも直接対決でも。ええ、あとは証明するだけでしょう。今この瞬間、私たち7組に乗り越えられない壁なんてないことを。及ばずながら我らも力を貸そう。赤と金の戦士、黒の暴走を止めるためにもな。ついでに私もね。1200年前の幻想要塞、締めくくりにはふさわしい大舞台だ。そんじゃ攻略を始めるとしよう。このクソったれなおとぎ話のけりを俺たちの手でつけてやるためにな。ああ